にちは、ハイジーです。今日は沼津でお仕事なんですけれども、ちょっと早めに来て気になるお店に寄ってみようのコーナーでございまして、なんとこの仲見世通りを出てきたすぐにありますこちらの建物なんですけれども、ご覧ください。日本初の流れ寿司気になりますよね。そしてここお寿司はもちろんなんですけども、ここの天丼がすごいらしいんです。そんなわけでいつ前を通ってもすごく並んでいて、しかも流れ寿司というパワーワードまで乗っかった気になるお店、沼津魚菓子寿司さんにやってまいりました。順番待ちの電子パネルに電話番号を打ち込めば時間が迫ったら呼び出してくれるので、並ばずにうろうろもできたのですが、今回はもう並んでその場の空気を感じながらテンションを高めることにしました。焦ったのは、お店の横の並ぶ椅子に座ると目の前にちょうど見えるのが隣のお店の海鮮丼の写真。これがまた美味しそうで、流れ寿司だけに隣のお店に流れちゃいそうな気持ちを我慢しながらやっと入店。メニューをめくっていきますと、いきなり飛び込んでくるのはもう令和祭り特選マグロ大量盛り2019円。2019年にかけた2019円ですね。なんかすごい豪華なお寿司の盛り合わせが2019円。これは心をつかまれる。でかねた寿司って書いてあるし、下の2つのメニューもすごく手が込んでそうな感じもするし、もうワクワクとロマンティックが止まらない。あとめくるの下手くそ。めくってみると盛りがすごいと評判の富士山天丼もあったのですが、なんかカウンターのお寿司屋さんのこの目の前の海鮮の数々と1ページ目の写真のインパクトによって気持ちが完全にお寿司に流れました。まさに流れ寿司。それにしてもこれお寿司屋さんあるあるなのかもしれないんだけど、結構大人向けの雰囲気のお寿司屋さんなのに、こうやって醤油皿だけはなぜか可愛いパターンあるよね。流れ寿司だけに前髪を横に流しながら待っていますとやってまいりました。特選マグロ大量盛りでございます。ちょっと待ってよ、何この美しいビジュアル。いやちょっと待ってって言いましたが、何を待ってもらうのか分かりませんが、とにかく表面のきめ細かさと鮮やかさとでも言いましょうか、見る者の食欲をぐいぐい刺激してきてやまない。下の段の大トロ、中トロ、赤身、ビンチョウ、ネギトロだけでもうお祭りは成功しております。5人組の戦隊ヒーローものってもしかしてレッドだけでも成立するんじゃないって思わせるようなビジュアル。そして上の段に行きますと、ちょっと待ってよ、だからカツオから飛ばだからまたちょっと待ってって言っちゃった。待たなくていいのにね。でもこれまたすんごく綺麗で美味しそうだよね。だから木村拓哉さんがこれ見たら言いますよね、きっとね。しらすこぼれてるなって。そのくらいこぼれてるから、しらすが。そしてどのお寿司ももうシャリをすっぽり覆ってしまうほどの包容力がもう素敵で仕方がない。マグロ祭りだって言ってんのに、マグロじゃないメンバーもすごい豪華だもんね。スマップのバックで踊ってたキンキキッズみたいな感じ。いただきますというわけで、マグロが目の前にあるから先にっていうことなのかもしれませんが、今回はマグロは後の楽しみにとっておきまして、まずは上の段から。でもこれも十分肉厚だもんね。いや何この口の中を襲ってくる素敵なカツオの風味。さっぱりしながらも大胆。塩顔男子なのに中身肉食系みたいな。もう流れ寿司だけにほっぺが地面に流れ落ちちゃいそう。お味噌汁に関しては海苔が入ってるのが特徴的かな。で飲んでみましたら塩分控えめな感じがまた嬉しいね。それにしても流れ寿司って結局何なのってことになってきますよね。めちゃくちゃ気になるワードだったんですけれども、回転寿司的なことかなと思ったけども、回転寿司の要素はないでしょ。ネットで調べてみましたら、僕が座っている一人用のカウンター席はもう目の前で職人さんが握ってくれて、それを渡してくれるっていう感じなんですけれども、そうじゃないボックス席とかは注文したメニューがお盆ごと流れてくるっていう感じなんですって。この映像が YouTube にも載っかっていましたので、概要欄で見てみてください。結構衝撃的でした。それにしてもこのどっさり感、どっちから食べようってなっちゃうんですけども、やっぱり最初はこの軍艦本体から行きまして、いやいっぱい乗ってるな。この本体から行きまして、もう口からもこぼれそう、もうこぼれそうな季節に愛をどうこう言いたくなるやつ。あ、それ凍えそうかで後から追いかけてあげる感じですかね。これがもうとろけるような美味しさ。この後トロ食べるのにとろけるって言葉使っちゃってるけど、そのくらいなの。そんでどうしますこれは。
もうアジとかイワシとか光り物大好きですから、私ね、もうこれだけ9巻でも本当は成立するくらいものすごく嬉しいやつ。でもあんまりそういうセットないよね。個人的にはもう EPA スペシャルみたいな、そんなのがあっても嬉しいなとは思うんですけれども、食べてみますとやはりこちらの気持ちまでもがキラキラ輝いてしまうような、そんなお味。そんでいよいよマグロゾーンでございまして、まずはネギトロからいきましょうよ。これ本当はさ、上から醤油をちょっと垂らすべきかもしれませんよね。そこはもうすいません、次回から気をつけます。ちょっと多めに眺めていたい気持ちを抑えつつ口に入れてみますと、あららららら、もうとろける、旨味とともにとろける。また大トロ食べる前にとろけるって言っちゃった。どうしようこの後のコメント。あとこうしてこうやってなんか顎いじったら顎光るっていうやつをさっきの光り物の時やればよかった。なんか今日いろいろぐちゃっと混ざっちゃったような感じがして、それはまさにネギトロ。さあ続いてはビンチョウマグロでございます。これはとにかくもうネタが長い。シャリに対してのネタの長さが半端じゃなくて、持ち上げてみますとそれはもうシナモロールのよう。思わず可愛いフェスティバル踊っちゃいそうなんて思いながら口に運んでみますと、やはりそこはビンチョウマグロ。さっぱりしながらもマグロの美味しさを存分に味わえる仕上がり。さあマグロシリーズもあと3巻ということで寂しくなってまいりました。飲み会やってて終電間際になってポツポツみんな帰り始めて、最後にちょっとだけ残ったメンバーで飲んでるみたいな状態の寂しさ感じてますが、赤身も口からはみ出すくらい大きいし美味しい。最高。何これ、酸味と旨味のマリアージュって言うんですかね。マリアージュって言葉お寿司で使ったの初めてかもしんない。ちなみにあんなこと言ったけどハイジーは飲み会は結構早めに帰りたいタイプ、それを言えないタイプ。さああとは中トロと大トロを残すのみでございまして、まずは中トロからなんですけれども、この中トロの下の方がもうすでに大トロっぽくなってませんかって話なんだよね。ほら下半分大トロだよね。これはもうラッキー中トロということでよろしいでしょうか。食べてみますと、ほらさっきの赤身に対してさ、ちょっと脂身も加わって甘くなるのよね。でなんか気持ちがまったりしちゃうの。友達の家とかでさみんなで遊んでんだけど、それぞれがもうゲームやったりとか漫画読んだりとか、すんごくのんびりした空気が流れてるみたいな、そんなまったり感っていうの。ちなみにこんなこと言っちゃったけど、ハイジーは友達の家でまったり漫画読むくらいだったら帰って自分家でくつろぎたいタイプ。さあいよいよラスボス大トロでございます。もう見るからに脂の感じ甘いんだろうな。そして倒してみたらもう太い、厚みがすごい。これをお醤油につけていきますと、これはこれでまた美しい。食べるのがもったいないくらいの見た目なんですけれども、口に入れてみますともうとろける。言っちゃった、とろけるの。とろけるリズムに乗って心を揺らしてるの。最強ウェーブに乗ってストッパー外してるの。ハートの筋肉プルプル震えてるの。とにかく美味しい。香り、味わい、香味が最高。ごちそうさまでしたというわけで大変美味しゅうございました。そんで外に出ましたら、なんか流れ寿司だけに僕をさこっちに流すというか誘導するようなスポットがあるじゃないですか。任天堂スイッチも当たる UFO キャッチャー、こう見ていくと DS なんかも当たるかもしんないのよ。これはもう勝負かけるしかないよね。一発で勝負つけちゃいましょうよ。さあ緊張の瞬間でございます。お金も入れて結構ねもう取られてんのよ真ん中辺は。だからちょっと迷うんだけども、あの青いやつとか取れそうだよね。まだね届くかな。で3本詰めてちょっとさ確率切っていうイメージもあるから心配だったんですけども、取れた取れまして、このまま離さないで、はいゲットでございます。ありがとうございます。一発ゲット。美味しいマグロ食べて運気も上がってるかもしんないしさ、もしかしたらもしかするんじゃない。でもマグロ食べたってことは赤いカプセル狙ってもよかったかなって気持ちもありつつ、開封していきましょうよ。ドキドキしながら開けてみますと、中に入っていましたのは車、青い車エビとか食べとけば車食べたら車が出たとか言えたんだけど、言えないくらいの状態。